ジャズの生活の彩りを。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーです。ということで今日はビバップの偉人から学べビバップフレーズやっていきます。今日は典型的なフレーズでオルタード入りの使いやすいフレーズになってます。はい、いかがでしょうか。すごいビバップ臭の漂うフレーズになってます。これどこがビバップ臭漂うかっていうのはこれからゆっくりやっていきますので最後までお楽しみください。ではいきなりフレーズをやるんではなくてまず準備運動をしていきましょう。これをやることによってジャズのある応用力が養えます。で何やるんだと。はい、コード進行を弾いていきます。コード進行はいつもやっとるかね。だけどもしかしてポイントがずれとるかもしれないので一緒に見ていきましょう。ということでコード進行 A フラットメジャー7ですね。こちらになります。で、こちら1度として2、5B フラットマイナー E フラット7 A フラットになってます。でここで重要なのがコードのフォームを確認するんじゃなくてコードの響きをまず頭に入れて進行していくもんでどう変化するかっていうのを自分の頭の中でしっかり叩き込んでください。はい、というような感じで自分の好きなようにねコンピングしてみてください。もちろん難しい方は四つ切りでも構いません。ここで問題なのはしっかり頭の中にコードの響きを入れることですので楽しくやってみましょう。ということでフレーズやっていきたいと思います。で先ほどの3つのポイント最初出てましたね。コードフォーム、コードトーン、スケールになってましたね。こちらのスケール何使うんだということでモードスケール使っていきます。モードスケールまだよくわからん方見えましたら僕が以前アップロードしたモードスケールについて詳しい動画ぜひぜひ見てください。ということでもう早速やっていきましょう。ケツカッチンでございます。ということで最初 B フラットマイナー、はい、ポジションどうするんだ、ポジションなんていうのはどこでもいいんですけどもギタリストの場合この6弦と5弦慣れてるよね。この辺りで見つけていくのがいいです。今日はこの6弦ね、そうするとすごい前後行きやすいのでとりあえずここフレーズにもよるんですけども今日はすごいここハマりますのでここでやっていきましょう。ということでポジション決まりましたね。コードトーンいきましょう。135713571となってます。ということで次スケールいきましょう。先ほど言ったコードとコードを作る上で重要な音をつなぐという感じで見ていきましょう。 B フラットドリアンです。ちょっと匂うかな。それはドリアじゃということで早速やっていきましょう。1234567 1234567という感じで見ていきます。ということで、はい、B フラットマイナーに必要な音揃いましたのでここの形を見ながらフレーズやっていきましょう。最初1拍休んです。1、2、3、4となります。最初タタタ16分で1ナイス1 7になってます。なので基本的にコードトーンにこのナイスがね加わったこういうおしゃれな音になります。でこの後5マイナーサードナイス1度になります。ナイスがオクターブで出てくるね。なかなか出ずっぱりなナイスですけどもこれを加わることによってやっぱ響きがね綺麗だからねナイスっていうのはねなりますと。なのでここアクセントとして見るのでここ外して175、ね、コードトーンでいって次マイナーサードここまでコードトーンだよね。ここからあとスケールで下がっていく感じだねとなります。なのでコードトーンであとはスケールで下がっていくという感じになります。では次 E フラット7見ていきましょう。 E フラット7少し厄介なんですけども2つ形このシェイプを見ていきます。最初こちら C フォームのコードトーン見ていきましょう。1357135ここまで見ていきましょう、ね、で、スケールは E フラットのミクソリディアになっています。12345671234ここまで見ていきましょう。では次こっち見ていきますね。普通の5弦ルートのやつです。コードと135713571ここまで見なくていいんですけどもで、ミクソリディアにいきます。123456712345671ね見ていきます。できたらつなげてみよう。ではコードとつなげていきましょう。
ケールも同じ。という感じでつなげて見れるとよりいいでしょう。では3つ揃いましたのでフレーズいきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4。ここまでになります。で、ここの音から始まる。この音なんだというと、メジャーサードの音になります。ね、前のフレーズから実はつながってるんだな。メジャーサード行って5度行って7度。コード飛んだ。ね。で、次はここフラット9。なので最初はここの形を見ながら、ここのフラット9。ね、なのでこれ最初の1度を半音上げて3、5、7ってやると、これディミニッシュの動きなんだな。なので半音上のディミニッシュはセクンスで使えるよっていうのはそういう理由なんですね。で、次、今こっちのポジション見たから、こっちの形状システム C の方に戻るよ。こういう感じで見ていく。ね、なので最初ここのポジションね、見て。こうだね。で、いくよ。1、7、5。これ、フラットサークル入ってる。はい。これなんで入るんだ。次のこの音に対するアプローチの音なんだな。こういう感じもある。でも基本的にアプローチの音として適当に考えてみてください。なので、このオルタードのところ、ね、見るときだけコードを変えて、シェイプ変えて見れるようにするのがすごい重要になります。ね、こっちもいけるけど、今日はこの、ね、動きを練習してみよう。では最後、トニック A フラットポジション見ていきましょう。ここ、予言ルート見ていきましょう。で、コードといきましょう。1、3、5、7、1、3、5となってます。はい。で、スケール A フラットのアイオニアンスケール。なんだそれは。まあ、メジャースケールですよ。1、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5。まあ、こんな感じで見ていきます。ね。1、2、3、4、1、2、3、4となってます。で、この先、ね、ターゲッティングした先っていうのは A フラットのメジャーサードになってます。サード、メジャーマイナー問わず、このサードっていうものはコードの色はね、ガラッと変わるので、すごい大事な音なんですね。アドリブでもすごい大事です。これを弾くことによって、コード進行変わったんだなっていうのが1音でも分かりやすくなります。では行きましょう。3、4、フラット5、5となります。これを3連符で行って戻る。ね。3連符やるとリズムが変わって、ちょっと雰囲気も変わるのでね。で、次、3、4、6、1。フラットサードからサード。ね。ここおまけ。こういう感じで、ダブルストップですね。ここにアプローチがね、メジャーサードに対するっていう感じです。なので基本的に4度からサード飛ばし、3段ね、3度飛ばしというかね、感じでやっていきます。4、6、1になってます。なのでちょっと雰囲気がね、という雰囲気になります。ね、ちょっとだけふわっとした雰囲気になるね、4度と6度が入ってね。なので、ぼやぼやさしといて最後に締めるというフレーズになっています。はい、という感じで、もう基本的なコードの解説は終わりましたが、最後ちょっとアクセントのね、成り立ちというのを見てください。はい、こんな感じで実はアクセントって加えられてるんですね。これが元になって付け加えるという感じのものになっています。ということで、まだ終わってはいけません。なんでだと。はい、まだ一つのポジションでしかやっとらんねん。だもんで、他のポジション、最低でもね、この6弦と5弦のあたりでできるといいでしょう。
はい、いかがでしょうか。こんな感じでやりましたね。最初のここの6弦のところはオクターブでできるので、このポジションとここのね G フォームのマイナーバージョンを見てみてください。で次はここ4弦ねの下がったところだね。でここで足りなくなるのでオクターブ上げましたね。そういう感じでいろいろ工夫するといいでしょう。はい、という感じでいろんなポジションでできましたが、まだ終わってはいけません。なんでだと、はい、まだ一つのキーでしかやっとらんがね。だもんで他のキーでも最低一つのキー、違うキーだけでいいです。12キーやるとは言いません。忙しいの知ってますのでね、私だってね。なので C に戻ったりするとまた新たな発見があります。もちろん他のキーでも全然構いませんが、とりあえずここでは C でやっていきましょう。なので2度マイナー d マイナー G7 となりますね。なのでこれは先ほどやった4番目のポジションになります。開放弦入るのでそれの練習にもなりますのでやってみてください。はい、ということで最後、私レイダーが適当に最初アドリブしてこのビバップのフレーズにつなげてみましたので見てみてください。はい、という感じでこのフレーズ丸々コピーしようというわけではなくてですね、自分のフレーズからこのビバップのフレーズ、またはビバップのフレーズが噛んじゃったけどもこうやっていろいろやることによってよりね馴染んでいきます。自分のフレーズになってきます。こうやって遊んでみてください。という感じで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいできたライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特に何とも思わなかったという方は、コメント欄にしじみ習慣とだけでも、書いてみてください。はい、ということでしじみみたいに小さい私レイだけですけども、Twitter、X、Faceめんどくさいね。Twitter、Facebook、Instagram などやっておりますのでよろしければそちらフォローしながら私レイだけを少しいじってみてはいかがでしょうか。ということで、今日は以上になります。最後までご視聴くださった皆様ありがとうございます。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。